はい、皆さんこんにちは。エコドライブの鈴木です。今日はですね、なぜ中古車販売店の破産が相次いでいるのかっていうのをね、解説したいと思っています。今回ね、なんでこの話をしようと思ったかっていうと、うちのね、近所にあった車屋さんがですね、最近潰れちゃいまして、居抜きになっちゃったんですよね。それでその理由がね、なんとなく想像つくし、ここから何かしら気づきもあるんじゃないかなと思ってね、皆さんと共有しようと思いました。倒産件数とかもね、調べてはみたんですけど、特に具体的なデータがあったわけじゃないんですね。だから、あくまで肌感覚にはなります。でも最近、ディーラーの居抜きだらけになってきたんですよね、僕がいる町は。皆さんの周りどうですか？職場の周りとか住んでらっしゃるところの周りとか、結構車屋さんのね倒産って多くなってないですか？これね、一体何が起こってるのかっていうのをね、一応車業界に、20年いる僕がですね、解説します。これね、結論言うと、売る車がないのと、売っても利益が取れてないってことなんですね。で、その原因は、仕入れ先と販売手法がみんな一緒なんですね。ちょっとね解説していきますね。で、仕入れ先が一緒ってことなんですけどね、これ何かっていうと、仕入れ先は、車のオークションなんですね。オークションって、聞いたことある人もいると思うんですけど、中古車のね、競り市場みたいなところがあります。で、そこにはねたくさんの中古車が出品されてて、でそこがね、オークション形式で売買されてるんですけども、それでね、一番高い値段をつけたディーラーが、その車を買えるっていうような仕組みになってるんですね。でそれ自体はいいんですけど、オークションに出品されてる車の数、これがね圧倒的に少ないんですよ。少なすぎるからね、他の欲しいディーラーさんがもう集まってきちゃうんですね。でそれで競り合いになっちゃうもんで、値段がすごい高くなっちゃって買えないっていうことなんですよね。じゃあなんで出品台数が少ないのかっていうとね、これそもそもオークションに車を出品してるのは誰かっていうところを考えないといけないんですね。これ誰が出品してるかっていうとね、車のディーラーなんですよ、もともとは。要はそのディーラーさんが何かしらの車を販売した時に、下取りの車を取ると思うんですけど、その下取りの車とかで、自分のところでは売らないような車、そういった車をねオークションに出して売ってるんですね。あとは、例えばリースから帰ってきた車を、オークションに出して現金化するみたいなこともしてるんですね。ただ今はね、車がそもそもマーケットに少ないから、多少お店のカラーと合わない車でも自分たちで売った方が儲かるよねって言ってね、オークションに出してくんなくなっちゃったんですよね。キープしちゃって自分たちのところで売るんですよ。だからそのオークションにね、そもそも出品されてる車が少ないから、その仕入れが難しい。で車を仕入れたとしてもすごい値段が高くなっちゃうってことなんですね。それから利益が取れてない問題。これね、原因は販売手法がみんな一緒なんですよね。どこのディーラーもね、同じような車の売買サイトに掲載するんですね。で同じようなところにみんなが掲載するもんだから、やっぱりその見てるね一般消費者っていうのは結局価格で判断しちゃったりとかするわけじゃないですか。だからね、やっぱりそのお客さんの気を引くために他店よりもね少し低い価格で値付けしたりとかするんですよね。それって結局、価格を低く設定するっていうことは粗利、つまり利益を削っちゃってるってことになるんですね。これね、どちらも根本的な原因は仕入れ先と売却手法の依存だと思うんですね。